SH フィギュアーツ真骨頂製法に仮面ライダー龍騎が登場しました。今回は企画を担当しましたコレクターズ事業部のオレスカさんをお呼びしてお話を聞いていきたいと思います。コレクターズ事業部のオレスカです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は僕たち2人バンマに新人 MC のチータロトンピーコンビでお届けいたします。僕たちは2人とも仮面ライダー龍騎と SH フィギュアーツの大ファンなので、今回オレスカさんにいろいろお話を聞いていきたいと思います。それでは早速やっていこう。バンダイマニア。まずは今回の SH フィギュアーツ真骨頂製法仮面ライダー龍騎にかけた思いや大切にしたことなどを伺っていきたいと思います。今回の仮面ライダー龍騎なんですけど、毎回の仮面ライダーの真骨頂製法のフィギュアは、そのライダーの、本編中での印象とかそのスーツの動きとかを意識しながら作ってるんですけど、今回の龍騎はこういうちょっと重心を落としたり、足を広く、開けてるポーズとかがとても大切だと思ってるので、今回はその可動域特に足首あたりの可動とかは、結構意識して、改善しております。そして、上半身の、黒い、プロテクター部分のところも、ちょっと構造を、に工夫してその、脇の、ところのパーツが、左右前後にちょっと動けるように、分割したり、本編そのままみたいな、可動域を、できるように構造をちょっと、今回工夫しています。やっぱり龍騎といえばこのポーズなんですけど、これを再現するために足首とかこの辺の可動をすごいこだわられたっていうことですよね。はい、今回の足首は本当は多分今までの真骨にないぐらい、根元のボールジョイントからの、ヒンジとその左右のロールで、結構広く、深くポーズの設置性とかそのしゃがんでる姿勢を再現できるように、なってます。今までこんなに足首が横に曲がるなんてことなかったですもんね。はい。ちなみに先ほど言っていた肩の可動域のところについてちょっと教えてもらえますか。このパーツを、そのメインのところから分割してるんですけど、これも一応その、龍騎のデザインそのままこのパーツは、腕を動かしながら、前後とか左右とか、腕と一緒に連動して動くことができるので、その後ろに腕を動かした時はちゃんとその前に来たり、その隙間を埋めるように、なってます。やっぱこの真骨頂製法ならではの骨組みから作り込んでるんだなっていう感じがちょっと生で見て今実感してます。はい、ちなみになんですけど、はい、今回の SH フィギュアーツ真骨頂製法仮面ライダー龍騎と過去に登場した SH フィギュアーツ龍騎とのちょっと大きな違いを教えていただいてもよろしいですか。今回の真骨頂製法はもちろん、全パーツ全身完全新規造形にて再現しているので、過去の SH フィギュアーツの商品とは全く別の商品に新しく、なっておりまして、前の SH フィギュアーツが数年前に発売したものっていうのもありまして、時間が経つとともにその技術の進化とかとともに各部の、再現性が、より精密にできるようになっているので、以前に、持ってくださっている方でも今回の商品を見たら多分、より、欲しくなるような、フォルムとかプロポーションに、なっているかと思います。過去に登場した SH フィギュアーツの時はこの股関節部分がどうしても細くなってしまっていたんですけど、はい、やっぱ今見るとずっしり感が増していて、あとはこの、龍騎でいうグランメイルの赤の部分、はい、この質感とかもなんか重厚感があって、はい、とてもかっこいいなと思いました。はい、今回はその前回のガイムとかも一緒なんですけど、パーツの質感とかも、その金型の仕上げとかで、よりマットな質感にしたり、光沢の部分は光沢にしたり、仕上げの、を、分けることでそのスーツの再現はよりきちんと、本物に近い仕上げにできてます。今までのとプロポーションが一番違うんじゃないかな、すごい印象として受けていまして、テーブルの上に小さな木戸真治がいるんじゃないかなっていうぐらい人間に近い形になっているんですけど、それもやっぱり真骨頂製法だからできたっていうことなんですかね。はい、そうですね。龍騎はそのアクションのポーズとかファイナルイベントの時に飛んでキックするシーンとかは、その本当にこの商品で絶対再現したいアクションはいっぱいあったので、いろんな、アクション、そのアクションのための構造とか、可動域とかを検証しながら、今回作ってきたのでベストな龍騎になっているのかなと思っています。
他にも可動域こだわられたポイントとかってありますか？はい、実は今回の龍騎からちょっと新しい構造として、この二の腕のところにちょっと見にくいかもしれないんですけど、この根元に実はボールジョイントがありまして、それでちょっと上と下の少し微調整ができるようになってまして、でそのボールジョイントを生かすことでファイナルベントのポーズの腕がちょっとこの辺が上に出てる本編中に近いポージングはできるようになっているので、これもちょっと今までにない、構造なので、今回の龍騎から、導入している新しい新コートの、カードポイントになります。龍騎といえば肩グイッと上げるポージングが結構印象的なんですけど、はい、こう肩干渉しちゃうのかなと思いきや、その新しい構造を入れたことによって上まで上がるということですね。そうですね。はい。ほんの少しの違いでポージングの印象だいぶ変わってきますよね。それではこの仮面ライダー龍騎の可動域を存分に生かしたかっこいいポーズお願いしてもいいですか？はい、完成です。おお、こかっこいい。れはファイナルベントドラゴンライダーキックじゃないですか。これだけ可動域があればどんなシーンも再現できてめちゃくちゃ楽しいですね。このポーズはまさにその可動域を見せるために、このすねの、左右のロールも入ってるので、その結構グイッとなんか上まで来てる、足が来てるような可動も可能だったり、肩の関節可動とかもこのポーズでも結構活かせるように今なってます。あともちろんその足首の、複数可動ジョイントでちょっとしたなんか曲がったり、横になってるニュアンスも再現できます。ポーズを今ちょっと回転して前に来たらこんな感じに。すごい。足首がこう内側に曲がってる感じとか、もうまさに木戸真治っぽさが現れてて、めちゃめちゃ感動してます。今真骨頂製法でしかできないポージングありがとうございます。はい。さらに今回はソードベント、ストライクベントのパーツやアドベントカードなどのパーツも付属するんです。龍騎といえば様々なアドベントカードを使い武器を召喚して戦う印象が強いですよね。今回付属するパーツについても俺塚さんぜひ教えてください。はい、ではまずパーツを今、装備させています。頭部の、カードだったり、あとその口も開閉可能なので、この放ってる写真、ポーズとかも、できるようになります。手首のジョイントを使いながらこう回したり、することもできます。なので一応そのちょっと構えてる風なポーズとかも、できます。自由度が高い飾り方ができるんですね。はい。赤色とかも龍騎の赤とまた違った赤になってるんですね。そうですね。やはり、これはメタリックレッドの、質感の高い、光沢感も高い、メタリックレッドが、本編同様に、再現しているので、はい、それは塗装で再現しています。目の部分ってクリアパーツだったりするんですか？そうですね。はい。目もクリアの構造で、中の、黄色とかもクリアとあと銀の塗装で、塗り分けています。他のパーツとかもあるんですか？はい。次見せたいのは、アドベントカードの挿入するところです。できました。おお、これはアドベントカード持ってるじゃないですか。今回5種類のアドベントカードを付属してるんですけど、今そのうちの、ファイナルベントのカードを持たせてますので、このカードのデザインもめちゃめちゃ細かいですね。はい、非常に細かいんですけど、デザインの細部まで再現できているので、ぜひ皆さん自分の目で確かめてください。で実はこのカードは、ドラッグバイザーに挿入することもできるので、このシャッターを下ろして、カードをこういう風に挿入して、で中まで入って、でシャッターもう一回上に上げるとちょっと出てくるから、それで取り出すこともできます。はい、今回は就航用頭部パーツというパーツが付属すると伺っているんですが、こちらどんなパーツになるんですか？今回のはちょっと新しいチャレンジとして、仮面ライダー龍騎といえばそのちょっと夜とか暗いシーンで目が光ってるシーンが多いと思いますので、頭部の中のパーツとあと後頭部のカバーを付け替えることによって、こういうちょっと目が発光して見える頭部の中がクリアになってる周後頭部というパーツが、今回新しい付属パーツになります。いやもう龍騎の印象的なこのバイザーの奥に光る複眼を再現できるのめちゃめちゃいいですね。これはディスプレイの幅がめちゃくちゃ広がりますね。動画を見ている皆さんもぜひゲットして自分だけの飾り方を探してみてください。最後に仮面ライダー龍騎と SH フィギュアーズ真骨頂製法のファンの皆様に向けて一言お願いいたします。
今回の新校長製法の仮面ライダー龍騎は、可動域はまずをはじめやはり結構改善しているポイントが多くて、まずポーズ遊びが非常に楽しいフィギュアになっていると思いますので、他の新校長製法のアイテムを楽しんでくれた皆様に、ぜひ今回の龍騎を手に取っていただいて、そのポーズ遊びを、実感していただきたいです。オレスカさん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。バンダイマニア。本日は SH フィギュアーツ真骨頂製法仮面ライダー龍騎をコレクターズ事業部のオレスカさんとともに紹介しました。可動域だったりとか、プロポーションだったりとか、どれもすごかったね。やっぱこの真骨頂製法だからこのポーズが取れるっていうのをねたくさん見たので、僕もねぜひゲットしてお家で飾って楽しみたいと思います。 SH フィギュアーツ真骨頂製法仮面ライダー龍騎は2025年3月4日より全国の玩具店、家電量販店、通販サイトなどにて予約受付開始。2025年8月発売予定。このアイテムが気になったら概要欄をチェック。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。